皆さんはこんな現象を知っているだろうか。レーザー光は遮るものがない限りまっすぐに進む。しかしこの水槽に水を注ぐとレーザー光が折れ曲がった。空気と水の屈折率の違いにより起こる現象だ。ここでレーザーポインターの位置を変え、下から水面に向けてみよう。するとレーザー光が空気との境目で鏡のように反射してしまった。この現象は全反射という。屈折率が大きい物質から小さい物質に向けて浅い角度で光が当たるときに起きる。この性質を使うとこんなこともできる。これは特別な型で作った寒天の細長いブロックだ。端からレーザー光を当ててみると寒天の中を光が進む様子が見える。レーザーの角度を変えると中で反射して反対側まで到達した。寒天と空気の境目で全反射が繰り返され、レーザー光が寒天の中に閉じ込められたまま進んでいるのだ。寒天を曲げてみよう。光がついてきて曲げた先まで到達している。曲げ方を変えてみても光はちゃんとついてくる。実は世界中で高速通信に使われている光ファイバーも基本的な原理は同じだ。通信用の光ファイバーはガラスや樹脂の周囲がチューブで保護されているが、こういった単純なアクリル棒でも同じ現象が再現できる。アクリル棒の端を LED ライトに近づけると反対側の端が光る。ライトからどけると反対の端も消える。棒を曲げてからライトに当ててもやはり端が光る。全反射を繰り返すことで光がアクリル棒に沿うように進んでいるのだ。このような原理で光を封じ込めて送り届ける技術は非常に便利である一方、弱点も存在する。ここでもっと急な角度で曲げたアクリル棒で同じ実験を試すと、なんと端はほとんど光らなくなってしまった。棒の曲がり方が全反射ができる角度を超えてしまうと光の大部分が漏れてしまうのだ。さらにこんな実験もしてみよう。この黒い容器にパラフィン油と灯油の混合液を溜めておく。この液体の屈折率は 1.47。 アクリル棒と近い数字だ。棒を曲げて光を通した状態で途中を油に沈めると何が起こるか皆さんにわかるだろうか。ではやってみよう。油に沈めると光が消えた。引き上げると光が復活した。沈めるとやはり消える。全反射という現象は隣り合った2つの物質の屈折率が大きく異なるほど起こりやすい。このため光が通っていたアクリル棒のうち油に沈めた部分では全反射が起こりづらくなり、光が棒の外に漏れて端まで届かなくなってしまうのだ。このように光の経路を制御することにはいくつかの条件がある。しかしニムスはそのような条件を乗り越える独創的な材料を次々と作り出している。例えばこれは
狭い空間に光を強く閉じ込めることができるマイクロビーズである。この小さな玉は閉じ込められた光が作る共振現象を用いることで、その発色を自在に変えることができる。この物質は今後偽造防止用インク、バイオマーカーなど多彩な応用が期待されている。未来の科学者たちへ。ニムス。